ないないの？皆さんこんにちは。日本では最近暖かい日が増えてきて、もう春が来たかなという感じです。とても嬉しいです。皆さんの街ではどうですか？さて、今日一緒に勉強する文法はこちら。ままです。まま。こちらの文法を会話の中で自然にうまく使えるように練習をしていきたいと思います。それではまず使い方の例を見てください。うわー、仕事だったからパーティー2時間も遅れちゃった。着いた。ピンポーン。あれ、誰も出ないな。ドア開けたまま？危ないよね。入るよ。勝手に入るよ。みんないないの？リサは立ったまま寝ている。ケンはスーツのまま寝ている。アイは包丁を持ったまま倒れている。キッチンの火はついたまま。とりあえず火は消して、何これ？ちょっとカオスすぎる。帰ろう。私はみんなをそのままにして帰った。A、まま、B。これは A の結果、その状態がずっと続いていて B をするという文です。A の状態を変えないで B をするという意味です。A まま B の形と A ままだ文の最後に使うこともできます。そしてこの A には動詞も使えますし、い形容詞、な形容詞、名詞、いろいろな言葉を入れることができます。そしてままのポイント、こちらはこの状態が続いているという文なんですけど、普通は続かないのに続いているっていう時に使うんです。例えば、電気をつけたまま寝た。こちらの文は正しいです。なぜなら多くの人たちは寝るときは電気を消しますよね。普通は消すんだけど消さない、つけたまま、普通じゃない状態が続いているっていう文です。なので普通のことにはあまり使わないんですね。例えば、電気を消したまま寝た。意味はわかるんだけど、消したまま寝るっていうのは特別な場合ではないので使いません。そしてさっき皆さんに見ていただいた文、まずパーティーに来たんですけども、友達は家のドアを開けたままだ。開けたまま。普通ドアは閉めますよね。鍵をかけるんだけど、でもこの時ドアを閉めないで開けた状態が続いているんだという文です。なので開けたままだということができます。他にも私の友達は立ったまま寝ている。スーツのまま寝ている。包丁を持ったまま倒れている。キッチンの火はついたままという使い方もしましたよね。これもすべて普通ではない状態が続いているんだという文です。そして最後に私は言いました。私はみんなをそのままにして帰りました。そのまま。この形はよく使います。その状態を変えない。私は何もしないという意味です。そのままだけじゃなくて、このまま、あのままという形もあります。では次から皆さんも練習でいろいろな文を作ってみましょう。練習1、皆さんは今日友達と遊ぶ約束をしています。駅で待ち合わせをします。待ち合わせとは時間や場所を決めて会うことです。なのであなたは友達と駅で会う約束をしているんですね。しかし
あなたは寝坊してしまいました。寝坊したので時間がありません。大急ぎで家を出て駅へ向かいます。やばい、遅刻する、やばい。はい、そしてなんとか駅に着くことができました。間に合いました。よかった。しかしここであなたは何かに気づきました。ママ、駅まで来てしまった。はい、何のまま駅まで来てしまったのでしょうか。後で答えの例を紹介しますので、まずは皆さんでどんな答えができるかなって考えて作ってみてください。5秒後に答えの例を紹介します。それではどうぞ。はい、何があったんでしょうね。それでは答えの例を紹介します。一つ目の例。パジャマのまま駅まで来てしまった。パジャマのまま、名詞のままの形です。普通は外に行くときは服を着替えるのにパジャマのまま来てしまったんですね。次の例。エアコンをつけたまま駅まで来てしまった。エアコンをつけたまま。誰もいない家だったらもったいないですよね。次。窓を開けたまま駅まで来てしまった。とか、鍵をかけないまま駅まで来てしまったも OK です。そう、泥棒が入るかもしれないから危ないですよね。次の例。メイクをしないまま駅まで来てしまった。とか、すっぴんのままも OK です。すっぴんっていうのはメイク、化粧をしていない顔のことです。駅まで来て鏡を見て、すっぴんのまま来ちゃった。顔が薄いなとか、眉毛がないなみたいな感じですね。次の例。髪がボサボサのまま駅まで来てしまった。髪がボサボサっていうのはこんな感じです。綺麗じゃない、整っていない、乱れているという意味です。時間がなくて髪をセットしないまま来たのでボサボサなんですね。今いくつかの例を出しましたが、もちろん他の答えでも大丈夫です。皆さんにもこんな経験がありますか？私は朝メールを確認しないまま待ち合わせ場所へ行ったら時間が変更になっていたことがあります。あと出かけている途中で、キッチンの火消したかな？つけたままだったらどうしようって不安になる時があります。皆さんはどうですか？練習2。ただいま。皆さんは友達とたくさん遊んでくたくたになって帰ってきました。くたくたになるっていうのはとても疲れているという意味です。もうくたくただし、何も考えられない。疲れすぎてまま寝てしまった。今度はこちらの文を作ってみましょう。また後で答えの例を紹介しますので、まずは皆さんの力でどうぞ。はい、では例をいくつか紹介します。例の1。疲れすぎてコートを着たまま寝てしまった。例の2。疲れすぎてご飯を食べないまま寝てしまった。次。疲れすぎてシャワーを浴びないまま寝てしまったとか、お風呂に入らないまま寝てしまったも OK です。あとはメガネとかコンタクトレンズをしている人だったら寝るときは外しますよね。でも疲れすぎてコンタクトレンズをつけたまま寝てしまった、メガネをかけたまま寝てしまったという答えも OK です。私の友達がこれしたことがあるらしくて、コンタクトレンズをつけたまま寝てしまって、起きたら
なんか目の前が白くってめっちゃ怖かったって言ってました。皆さんは経験がありますか？他にも最初の答え、コートを着たままみたいな感じで、本当は脱ぐんだけどそれをしないっていう文はこの場合作りやすいですね。帽子をかぶったまま寝てしまったとか、靴を履いたまま寝てしまったとか、時計をつけたまま寝てしまった、メイクを落とさないまま寝てしまったなども OK です。皆さんはどんな文を作れましたか？さあ次は会話の練習です。あなたと私は友達です。カフェで話をしています。今からあなたは今日の文法ままを使って何か失敗した時の話を話してください。失敗した話のことを失敗談と言います。なのであなたの失敗談を話してくださいね。作る文はこちらです。この前私は何ママ何ちゃったよ。はい、前と後ろの文を作る問題です。ではやってみましょう。ここのコーヒーって美味しいよね。休みの日最高。ずっとこのままゆっくりしてたい。メール。部長からだ。何？早くファイルを送ってください。うわー、メール下書きのまま忘れてた。うっかりしてた。ちょっと今送っとくね。よし。はい、どうでしょうか。まずは会話を確認します。あなたと私は休日カフェでゆっくりしていましたね。そこに私は部長からのメールを受け取りました。私は部長にファイルを送らなければいけなかったのですが、下書きのまま忘れていたんですね。下書き。メールは一応作ったんだけどまだ送ってない状態です。うっかりしていました。うっかりするとは注意が足りないことです。そしてあなたが言いましたね。うっかりすることあるよね。この前私は何ママっちゃったよ。そう、あなたのうっかり失敗談をここで話してもらいます。じゃあまずは仕事関係のうっかり失敗について作ってみましょう。例の一つ目です。この前私は未完成のままメールを送っちゃったよ。メールが完成していないのに送っちゃった。途中で送っちゃったっていうことですね。二つ目、この前私は資料を確認しないままお客様の前で発表しちゃったよ。そう、資料をあんまり確認しなくって、でもお客様の前で何か発表しなければいけなかったんですね。ドキドキしますよね。次の例。この前私はデータを保存しないままパソコンを切っちゃったよ。データを保存しない、セーブしないまま切っちゃったので、データが消えちゃったっていう感じですね。そして次。この前私は資料を忘れたまま取引先へ行っちゃったよ。忘れたままもよく使います。そして次は仕事以外の文でも OK なのでいくつか紹介します。まずこちら。私は鍋に火をかけたまま出かけちゃったよ。鍋に火をかける。私は火をつけたままでもいいです。次。私はテレビを消し忘れたまま寝室へ行っちゃったよ。消し忘れたまま OK です。次。私は携帯を手に持ったまま携帯はどこって探しちゃったよ。いいですね。
携帯とかメガネとかね、よく漫画でありますよね。そして最後、ペットボトルの蓋を開けたままカバンに入れちゃったよ。閉めないままでももちろん OK です。これは辛いですね。もうカバンの中が最悪。もう終わったって感じですよね。皆さんはどんな文が作れましたか？では今日のまとめです。忘れないように今日練習した3つの問題をもう一度練習しましょう。それではどうぞ。お疲れ様でした。今日練習したまま使えるようになったでしょうか？今日の例文ではその失敗したエピソード、失敗した場面で使うことが多かったんですが、そんな場面以外で使うこともよくあります。例えばこちらは私が大好きな九州の食べ物です。これは唐揚げなんです。唐揚げって鶏肉を油で揚げた料理です。普通は温かい状態で食べる料理です。冷たい唐揚げってなんかあんまり美味しくない感じです。この店の唐揚げは冷凍の状態で売られています。そして食べるとき、こちらの唐揚げは凍ったまま食べるんです。凍ったまま、冷たいまま食べる唐揚げなんです。ちょっとほら、このパッケージも見えますか？見えるかな？ちょっと字がうまく映ってるかわかんないんですけど、決して温めないでくださいって書いてある。珍しいですよね。冷たいまま、凍ったまま食べる唐揚げです。これ中身でもね、美味しいんですよ。こんな感じで失敗したっていう場面じゃなくてもままは使うことができます。他にも、私のスマホは10年使っているのに綺麗なままだとか、おばあちゃんにはいつまでも元気なままでいてほしいっていう使い方もできます。ということで今日のままはいろいろな場面で使ってみてくださいね。それでは今日もありがとうございました。またね。